皆さんこんばんは、宇野と言います。ゾナウの迷路4つ目を探す方法を見つけました。マップ外の黒い迷路とは別の一つの一番有力な遺跡についてお話しします。薬剤の黙示録とブレスオブザワイルドのネタバレを含みます。お気をつけください。今回は視聴者の方からいただいたコメントをもとに考察していく視聴者コメントミニ考察コーナー、略して仕込み考察です。このチャンネルでは薬剤の黙示録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。黄金を隠した迷路。イーガダンのアジトマップ比較動画の中でブレワイにはなくて薬剤の黙示録にはある部屋や通路は薬剤の黙示録側だけを全画面にして歩いていたんですが、僕の知らなかった隠し通路のことをコメントで教えていただいたので見てきました。この掛け軸燃やして奥に行けたんですね。びっくりしました。比較してお見せしていきますね。中には300ルピーの入った宝箱が2つあって無事に600ルピーゲットしました。ありがとうございます。奥はトゲに囲まれた通路があり、はしごを登ると上の木板に繋がっていました。この件については以上です。次行きましょう。黒い迷路。まずお話ししておきたいのは、4つ目の迷路というのは、今から話すマップ外の黒い迷路とは全く別のものです。考察視点のスカイウォードソード、生放送中にいただいたコメントが気になって、ちょっと前、ついにやぶさめホバーなる裏技に挑戦して、10回くらい失敗を繰り返して、やっと成功させて、マップ外の黒い迷路を見てきました。この迷路を、任天堂さんの消し忘れだと踏んで、ずっと考察材料に入れてなかったんですよね。この迷路は、どうやら北ロー名城跡と上下対称の形になってるみたいです。考察材料になるかはわかりませんが、前から気になってるのは北ロー名城跡を上から見た図とゾナウ遺跡のフクロウの石像の顔が似ていることです。黒い迷路も含めて別で考察を進めていきますが、まだまだ進展がありません。ちょっとぶっ飛んだ話なんですが、今のところゾナウの迷路系の遺跡は空から落ちてきたものだと思っています。理由はまた今度お話ししますね。それではブツッと切って4つ目の迷路のことについてお話ししていきます。埋められた迷路。ゾナウ迷路遺跡4つをつないでみたといった内容の動画に寄せられたコメントで、ドイブランを迷路としてカウントしたらどうでしょうかというものがありました。その動画内では北ロー名城跡、南ロー名城跡、ロー名島の3つに加えて勇気の泉周りの埋まった迷路みたいな壁を4つ目の迷路としてカウントしたものでしたね。薬剤の黙示録の作中でドイブランの全容が見られるので見てみましたが、迷路としては道幅がちょっと広く入り組み具合が少ないので、どちらかというと城のようなものに見えました。どうでしょうかね。僕は未だにゾナウの迷路は4つあると思っていて、その理由はさっき言った動画内で話しているんですけど、地表に出てきていないものを探すなんてやっぱり無理なのかなと思い始めていたんですよね。でもローメイ遺跡の3つには実は他のゾナウ遺跡とは決定的な違いがあるんです。それがこの竜の模様。ハイラル各地のゾナウ遺跡にはこの特徴的な竜の模様の柱がありまして、それが横向きのものも見つかりはするんですが、上下逆に描かれているものは見つからないんですよね。ローメイ遺跡のものは全て他のゾナウ遺跡とは上下逆に描かれています。これでもしハイラル各地のゾナウ遺跡でも同じ特徴が見られたら、その地下に迷路が埋まっている可能性があり、ブレワイ続編で登場したりするんじゃないかなと考えて、全て回って確認してきました。ドイブラン遺跡、真っ暗な遺跡なので当然確認しにくくはあるんですが、バイクやその他の明かりで照らしました。結果は上向きの竜、テブラの大化石のゾナウ遺跡、扉だけがゾナウの意匠という謎の遺跡です。奥下にクジラの大化石がある時点ですでに地下であることも分かっていましたので、あまり期待はしていなかったんですが、案の定上向きの竜でした。ノッキミヒの祠のゾナウ遺跡、テブラの大化石よりもっと謎な扉と祠があるだけの遺跡です。しかし地下にも余裕がありそうなんで期待して確認しました。結果は上向きの竜でした。雷の大地のゾナウ遺跡、ブレスオブザワイルドのハイラルで唯一の大地遺跡です。この大地の中に何があるのか、それは迷路かもしれませんよね。結果は上向きの竜でした。残念です。勇気の泉のゾナウ遺跡、
例の僕の動画でもお話しした通り、竜のアギトの目の前に迷路が埋まってるようにも解釈できるくねくねした石が地面にあります。そして勇気の泉周りといえば、ゾナウが拠点としてたと考えられている場所です。特別な場所ですよね。結果は上向きの竜でした。グチニザ平原古墳群。勇気の泉の近くではあるんですが、ここ一帯の規模を考えると別枠で捉えるべきですよね。ゾナウの柱も多く、巨大なお墓で、かつゾナウが拠点としていた重要な場所です。結果は、上向きの竜でした。ここに関しては、横向きで統一されているものもありましたね。実はローメイ島の地下にも横向きの竜はあります。ヤシの遺跡、南ローメイ城跡、北ローメイ城跡、ローメイ島の位置は3方向に綺麗に散らばっていますよね。4つ目が存在するとして、位置的に一番説得力があるのがこのヤシの遺跡です。結果は、上向きの竜でした。すみません。ということで、ゾナウ遺跡は以上ですね。ブレワイ本編に出てくるものとしては、ゾナウ遺跡はもう一つ存在していますよね。薬剤の目視録で初めて明らかになったこの遺跡です。始まりの大地のゾナウ遺跡。木の根っこに絡まるようにして掘り出されていた竜の模様。わざわざ薬剤の目視録で初登場させたからには何かしらのメッセージではあると思うんですが、結果は正直これはジャッジできなかったです。よく見えるようにカメラを動かすとスルッと見えない位置に戻されて確認しづらかったですね。スローで流しておきますね。もし竜の上下が判明したとしても、木の根っことくっついているのか分かれて倒れているのかとか判別もとても難しいです。僕は視力が両目とも 2.0 と結構良くて、カメラの角度変えたりキャラを移動したりと色々試してみたんですが、よく分かりませんでしたね。皆さんどう思いますかね。関係ありそうですか？それとも開発目線で考えると蛮族装備の3つを置くためだけの参加者の迷路というだけなんでしょうか？何か気づいた方は教えていただけると助かります。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。